こんにちは。作ったもの動画のマイヤムです。今回は楕円底の編み方について説明していきます。楕円底といえば初心者の方は特に難しいというイメージがあると思いますが、法則さえ理解すれば苦手意識がなくなって編みやすくなると思いますので、よければ最後までご覧ください。今回はこのように全て細編みを使った楕円底の編み方で説明していきます。楕円底というのはこのように両サイドの半円と真ん中の四角に分けることができます。よくどこで増し目をすればいいかわからないというお悩みを聞きますが、このように3つに分けて考えると分かりやすいですね。作り目の両端のこの1目ずつを使ってこの半円の部分で増し目をしていくと楕円の形になります。なのでこの真ん中の四角の中は増し目なしになりますね。半円の中の増し目の編み方さえマスターすれば、自分の希望する作り目の数で楕円底を編むことができます。こちらはすべて同じ毛糸で同じサイズのかぎ針で、さらにすべて5段まで編んでいます。両サイドの半円の増し目の編み方はすべて同じなんですが、作り目の数が違うので底幅の異なる楕円底を作ることができます。またこちらは作り目の数は同じなんですが、段数を変えることでここのまちの広い楕円底を作ることができます。編み図で表すとこんな感じになります。まず記号ですが、×が細編みで V が増し目という意味になります。ここの米粒みたいな丸は作り目の鎖編みですね。ここの小さい丸は立ち上がりになります。真ん中の四角の中は増し目なしのすべて細編みになるので、ここは細編みを省略しているという意味になります。楕円底は作り目を編んで立ち上がりをして、まずこちら側を拾いながら編んで、次にこの反対側を拾いながらこのようにぐるぐると編み進めていきます。作り目は自分の希望する数でいいんですが、この図の中では作り目16目で説明します。ここの14目というのはさっき言った通り両サイドの1目ずつを使って増し目をするので、全体の16引く両サイドの1目ずつを引いて14目という意味になります。ここからここの数ですね。反対側も同様ですね。ここからここの数が14目という意味になります。増し目の箇所は1段目は1箇所につき細編みを1回ずつ編みますが、2段目以降は1箇所につき増し目が1回ずつ入っています。2段目で言うと1箇所目で増し目1回、こちら側も増し目1箇所につき1回ずつですね。ぐるっと回ってきて、こちら側も1箇所につき増し目を1回ずつしています。3段目は細編み1回増し目1回を1箇所でしますね。細編み1回増し目1回、ここでして、次の箇所で細編み1回増し目1回、細編み1回増し目1回という風に編んでいきます。4段目は増し目1回細編み2回を1箇所でします。こちらも同じですね。増し目1回細編み2回、増し目1回細編み2回、増し目1回細編み2回、こちらも同様ですね。というふうに目数は増えていくんですが、1箇所の中に増し目が必ず1回入っているようになります。なので1周編み終わった時の数が毎段6目ずつ増えていきます。
編み方表で表すとこんな感じになります。作り目の数を自由に設定できるように、ここは丸で表しています。編み図と照らし合わせて説明していきます。この丸というのは、この四角の中の増し目なしの細編みのみのところを言います。丸イコール作り目引く2、全体の作り目から両端の1目ずつを引いた数がこの丸の部分に表す数字になります。こことここは一緒ですね。では1段目から説明していきます。立ち上がりはすべて1目なので、編み方表では立ち上がりの部分は省略しています。では1段目、作り目をして立ち上がりを編んだら、まずこの増し目の1箇所目で細編みを1回編みます。そしたら次はこの増し目なしの部分ですね。この細編み丸印、作り目引く2をした数、1目につき細編みを1回ずつずーっとここまで編んだら、次は細編みを3目編み入れると書いてあります。一番端の目に増し目をする箇所3箇所あるので、1段目では細編みを1、2、3、1つの目に細編みを3目編み入れます。そしたらまたこの増し目のない箇所ですね、細編みを1目につき1回ずつここまで編みます。そしたら次は細編み2目編み入れるというふうに書いてあります。これは、増し目をする箇所、最後は2箇所残っているので、細編みをこの一番最後の端の目に、こことここで2目編み入れるという意味になります。そして1目目に引き抜いて、2段目立ち上がりをしたら、次はこの1箇所目で増し目を1回編みます。次はこの増し目のない箇所ですね、細編みをずーっとここまで編んだら、次は、増し目1回を3回と書いてありますね。増し目のする箇所3箇所あるので、増し目1回、次の箇所で増し目1回、次の箇所で増し目1回、増し目を全部で3回編んだら、またこの増し目のない箇所で細編みをずっとここまで編んでいきます。次は増し目1回を2回と書いてありますね。最後に増し目をする箇所2箇所残っているので、増し目をここで1回、次の箇所で増し目1回して、最後のこの増し目2回編みます。そしたら1目目に引き抜いて3段目ですね、立ち上がりをして、次はこの1箇所目で細編み1回、増し目1回を編みます。細編み1回、増し目1回、そしたら増し目のない箇所細編みをずーっとここまで編んだら、次は細編み1回、増し目1回を3回と書いてあります。増し目をする箇所3箇所あるので、細編み1回、増し目1回、次も細編み1回、増し目1回、次も細編み1回、増し目1回、1、2、3回編めました。そしたらまたここ増し目のない細編みのところずっとここまで編んだら、最後増し目の箇所2箇所残っているので、細編み1回、増し目1回、次も細編み1回、増し目1回、最後のこの四角の中2回できたので、1目目に引き抜いて、次4段目
立ち上がりを編んで、まず増し目1回、細編み2回編みます。そしたら細編みをずーっとここまで編んで、また、増し目1回、細編み2回を3回しますね。増し目1回、細編み2回、増し目1回、細編み2回、増し目1回、細編み2回、そして増し目のない箇所ですね。細編みを編んだら最後また増し目1回、細編み2回を2回編みます。こことここで2回ですね。増し目1回、細編み2回、増し目1回、細編み2回というふうにぐるぐると編んでいきます。編み図の中のここの6箇所が全て同じ編み方になっているので、この編み方表のこの四角の中も同じになっていますね。2段目でしたら全て増し目1回、3段目でしたら細編み1、増し目1という風になっています。なので6段目以降はこことここ中身を書いていませんが、初めのこの四角の中と同じという意味になります。この後5段目まで実際に編みながら説明していきます。5段目ぐらいまで編んだらだいたい要領がわかると思うので、6段目以降は編み方表で表示します。今回は編み方表で20段目まで表示しますので、ぜひ参考にしてみてください。では作り目から編んでいきます。で、作り目を編むかぎ針のサイズなんですが、1段目以降を編むかぎ針のサイズのだいたい 1mm 太いサイズを選ぶか、もしくは1号大きいサイズを選んで編んでいきます。なぜかというと、楕円底は作り目のこちら側とこちら側を拾いながら編んでいきます。なので1段目以降と同じサイズのかぎ針で作り目を編むと、こちら側を編んで反対側のこちら側を編むときに目が小さくなって針を入れづらくなってしまうので、少し大きめのかぎ針を使って作り目を編みます。作り目用のサイズのかぎ針がない場合は、1段目以降のサイズのかぎ針で少し緩めに編むといいと思います。では作りたい数の作り目を編んでいきます。ここは一目と数えないので次からですね。1、2、3、4と数えながら作り目を編んでいきます。作り目が編めたら1段目以降で使うかぎ針のサイズに変えて編んでいきます。では1段目、まず立ち上がりを1目編みます。そしたら鎖編みの裏を見て、この真ん中にポコポコと出ている裏山に針を入れて編んでいきます。一番端の裏山は立ち上がりの分の裏山になりますので、この次からですね、2つ目の裏山に針を入れて編んでいきます。ではまず2つ目の裏山に細編みを1目編みます。今編んだのがここですね。増し目1箇所目のここの細編みを編みました。次はこの増し目のないところですね。この丸の分の細編みを1目につき1回ずつ編んでいきます。
次の裏山に針を入れて細編みを編んでいきます。で、今編んだこの増し目をしないところの1目めの細編み、ここにマーカーを入れておきます。そしたら次も裏山を拾いながら細編みを編んでいきます。こんな感じでここからですね、丸印の分細編みを編んできました。編み図でいうところのここですね、増し目のない細編みの部分のここからここまでを今編んできました。そしたらここですね、増し目のない細編みの最後の目、ここにマーカーを入れておきます。なのでこのマーカーから次のマーカーまでは増し目のない箇所という意味になります。では次にここに1目残っているので、この端の目に細編みを3目編み入れます。編み図でいうところのここですね、細編み1目2目3目、端の目に編み入れます。一番端の裏山に針を入れて、まず細編みを1目目、次にまた同じところですね、同じところに針を入れて2目目で、今こう見ているのをこのように向きを変えて、また同じところにですね針を入れて細編み3目目を編みます。これで一番端の目に細編みを123目編み入れたことになります。そしたら次はまた、増し目のない部分、丸印の分細編みを編んでいきます。今作り目のこの鎖のこの頭の部分を見ていますね。で、鎖のこの一番端の目、これなんですが、ここはさっきこの細編みを3目編み入れた分の目になりますので、ここではなくてその次端から2つ目のここに針を入れて丸印の分の細編みを編んでいきます。一番端の次の目ですね、ここに針を入れて、この糸端は針の上に置いて編みくるみながら編んでいきます。で、今編んだこの目はこの増し目のない位置のここの細編みの目になりますので、ここにマーカーを入れておきます。そうするとこのマーカーとこちらのマーカーの間にはさっき端で3目編み入れた細編みが123つあるようになりますね。
ではその次の目に針を入れて、糸端は針の上に置いて編みくるみながら丸印の分細編みを編んでいきます。今丸印の分何目編んでるかわからない場合はこのマーカーから数えると分かりますね。ここが丸印の分の1目目なので1、2、3、今3目編んだところになりますね。こんな感じでここから丸印の分細編みを編んできました。そしたら、ここは編み図でいうところのこの増し目のないところの最後の細編みなので、ここにもマーカーを入れておきます。丸印の分の最後の目にマーカーを入れました。そしたら最後ここに1目残っているので、ここに細編みを2目編み入れます。編み図でいうところのこことここの細編み2目ですね。最後の目に細編みを1、2、2目編み入れます。最後の目に針を入れて細編み1目目同じところに針を入れて細編み2目目、これで1段目がすべて編めました。こうしてみるとよくわかりますね。このマーカーからマーカーまでがこの編み図でいうところのここからここまでになりますね。では1段目すべて編めたので、1目目に針を入れて引き抜きます。で1目目というのは一番初めにマーカーを入れたところの手前の目ですね。ここが1段目の1目目になります。なのでこの1目目に針を入れて糸をかけて引き抜きます。そしたらこの引き抜き編み目をグッと引っ張って小さくしておきます。これが引き抜き編み目ですね。そしたら、次は2段目を編んでいきます。まず立ち上がりを1目編みます。そしたら、1目目に増し目を1回編みます。ここは編み図でいうところのこの増し目の1箇所目ですね。立ち上がりを編んだのでこの、前段の1目目のところ、ここに増し目を1回編みます。さっき引き抜いた1目目ですね。ここに針を入れて増し目を1回します。増し目1回というのは同じところに細編みを2目編み入れることです。1段目の最後に編んだこの細編み2目編み入れると同じやり方ですね。1目目に増し目を1回編んだのでここが1、2、2目になっていますね。
そしたら2段目以降はこの段の一番初めの1目目にマーカーを入れておきます。なぜ段の1目目にマーカーを入れるかというと、1周ぐるっと編んできた時に1目目に引き抜くんですが、その時に細編みだと段差があまりないので1目目がどこか分かりにくいことがあるんですね。なので段の1目目にマーカーを入れておくと分かりやすくなります。では、次のマーカーからその次のマーカーまで、丸印の分細編みを編んでいきます。編み図でいうところのここからここまでですね。マーカーからマーカーまで細編みを1目1回ずつ編んでいきます。で、この丸印のところの1目目、ここに、またここに必ずマーカーを、戻すことを忘れないようにします。こんな感じで、丸印の分マーカーからマーカーまで細編みを編んできました。次は1段目で同じところに細編みを3目編み入れたところに、次は増し目を3回編みます。編み図でいうところのここですね。1段目の細編みの頭に針を入れて増し目を1回2回3回編みます。次の目に針を入れて増し目を1回、同じところに細編みを2回編み入れるのが増し目1回という意味ですね。今ここに増し目を1回編みました。そしたら次の目にも増し目を1回編みました。そしたら3回目ですね。編み地をこのように回して3回目、ここですね。増し目を1回、これで増し目を1、2、3回編みました。そしたらまたこの丸印のところですね、マーカーからマーカーまで細編みを編んでいきます。今ここの増し目3回編んだので、次はここですね、マーカーからマーカーまで編んでいきます。こんな感じで丸印の分細編みを編んできました。そしたら次は最後ここに2目残っているので、増し目をこことここで2回編みます。
編み図でいうところのこことここのことですね。次の目に針を入れて増し目を1回、その次の目に針を入れて増し目を1回、これで、こことここで増し目を1回ずつの計2回編みました。これで2段目の最後の目まで編めたので、1目目に引き抜いて次3段目に移ります。1目目は、マーカーを入れたここですね。ちなみにこの1目目の手前に目がこことここの2つ見えるんですが、ここは前段の引き抜き編みの目で、次のこの小さい目は立ち上がりの目になります。なのでここにまだ目があるように見えるんですが、ここの2つは編まないようにします。なのでこのマーカーを入れたこの1目目のところに針を入れて引き抜きます。そしたらキュッと引っ張って引き抜き編み目を小さくしておきます。そしたら次3段目、まず立ち上がり1目を編んで、この始めの増し目の箇所で細編み1回増し目1回を編みます。編み図でいうところのここですね。増し目1箇所目の細編み1回増し目1回を編みます。さっき引き抜いたこの1目目ですね。1目目に針を入れて、まず細編みを1回で、ここが3段目の1目目になるので、マーカーを入れておきます。で、次の目に増し目を1回編みます。これでここの増し目の箇所1箇所目が編めたので、次マーカーからマーカーまで増し目のないところですね、細編みを丸印の分編んでいきます。こんな感じでマーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んできました。そしたらこのように向きを変えて、ここの始めと同じように細編み1回増し目1回をここの部分で3回編みます。編み図でいうところのここですね。細編み1回増し目1回、細編み1回増し目1回、細編み1回
増し目1回、次の目に針を入れて細編み1回、次の目に増し目を1回、次の目に細編み1回、次の目に増し目を1回、次の目に細編み1回、次の目に増し目を1回。これで、細編み1回増し目1回を123計3回編みました。そしたら向きを変えて、またマーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んでいきます。こんな感じでマーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んできました。そしたら最後ここで細編み1回増し目1回を2回編みます。編み図でいうところのこことここの分ですね。まず細編み1回、次の目に増し目を1回、次の目に細編み1回、増し目を1回。これで3段目がすべて編めました。そしたらこのマーカーの入っている1目目に引き抜きます。こことここの目は前段の引き抜き編み目と立ち上がりの目なので、ここは編まないようにしますね。1目目に針を入れて引き抜きます。でぐっと引っ張って引き抜き編み目を小さくしておきます。そしたら次4段目、まず立ち上がりを1目編みます。4段目ではこの増し目の1箇所目でまず増し目1回細編み2回を編みます。編み図でいうところのここですね。増し目1回細編み2回を編みます。さっき引き抜いたこの1目目に針を入れて、まず増し目を1回編みます。でこの段の1目目にマーカーを入れるのを忘れないようにして、増し目の次細編みを2回編みます。次の目に針を入れて細編み1回、次の目に細編み2回、これで増し目1回細編み2回編めました。そしたら次のマーカーからその次のマーカーまで丸印の分細編みを編んでいきます。
こんな感じでマーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んできました。そしたら次はここの部分で初めに編んだ、増し目1回細編み2回を3回編みます。編み図でいうところのここですね。増し目1回細編み2回を1、2、3回編みます。次の目に針を入れて、まず増し目を1回、次の目に細編みを1回、その次の目に細編みを、2回目ですね。増し目1回細編み1、2回編みました。次の目に針を入れて、まず増し目を1回、次の目に細編み1回目、細編み2回目、次の目にまず増し目を1回、次の目に細編み1回、次の目に細編み2回目、これで増し目1回細編み2回を1、2、3回編みました。そしたらマーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んでいきます。こんな感じでマーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んできました。そしたら最後ここの部分で増し目1回細編み2回を2回編みます。編み図でいうところのここですね。細編み1回増し目2回をこことここの2箇所で編みます。次の目に針を入れて、まず増し目を1回、そしたら次の目に針を入れて細編みを1回目、次の目に細編みを2回目編みます。次の目にまず増し目を1回、そしたら次の目に細編みを1回、次の目に細編みを2回目編みます。これで増し目1回細編み2回をここの部分で2回編みました。これで4段目すべて編めたので、マーカーの入っている1目目に引き抜きます。引き締めて引き抜き編み目を小さくしておきます。では5段目に移ります。まず立ち上がりを1目編みます。5段目の増し目の部分では細編み2回増し目1回細編み1回を編みます。編み図でいうところのここですね。細編み2回増し目1回細編み1回を編みます。さっき引き抜いたこの1目目のところですね。ここに針を入れて細編み1回目、次の目に細編み2回目、
そしたら次の目に増し目を1回、そしたら次の目に細編みを1回。これで細編み2回、増し目1回、細編み1回が編めました。そしたらマーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んでいきます。こんな感じでマーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んできました。そしたらここの部分で初めに編んだ細編み2回、増し目1回、細編み1回を3回編みます。編み図でいうところのここですね。細編み2回、増し目1回、細編み1回を1、2、3回編みます。まず、次の目に針を入れて細編みを2回編みます。1回目、次の目に2回目、そしたら次の目に増し目を1回編みます。そしたら次の目に細編みを1回。これでここと同じ細編み2回、増し目1回、細編み1回が編めました。では次の目に針を入れて、まず細編みを1回、次の目に細編み2回目、そしたら次の目に増し目を1回、次の目に細編みを1回、次の目に細編みを1回、次の目に細編みを2回目編んだら、次の目に増し目を1回、次の目に細編みを1回。これで細編み2回、増し目1回、細編み1回を3回編みました。そしたら次マーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んでいきます。こんな感じでマーカーからマーカーまで丸印の分細編みを編んできました。そしたら最後ここで先ほどの増し目の編み方で2回編みます。編み図でいうところのここですね。細編み2回、増し目1回、細編み1回をこことここで2回編みます。次の目に針を入れて細編みを1回目、次の目に2回目編んだら、次の目に増し目を1回、そしたら次の目に細編みを1回、次の目に針を入れて細編みを1回目、次の目に細編み2回目編んだら、次の目に増し目を1回、そして最後細編みを次の目に1回。これで5段目がすべて編めました。そしたらマーカーの入っている1目めに引き抜きます。
5段目まで編んでこんな感じになります。このようにしてこの半円の部分の増し目の編み方さえマスターすれば、自分の好きな作り目の数と段数でいろんな大きさの楕円底を編むことができます。是非いろんな作品にご活用ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。